ゆうせいです。2024年9月1日、世界周遊212日目です。ということで、今どこにいるかというと、アゼルバイジャンの首都バクーに来ているよ。ということで、今回はアゼルバイジャンバクー編。レッツゴー。世界周遊22カ国目アゼルバイジャンに到着。現在いるのは首都バクーにあるヘイダルアリエフ国際空港です。残念ながら楽天モバイルは県外、空港で SIM カードを買うと高いので、一旦市内に行きたいと思います。空港から市内まではバスが出てるんですが、この機会でバクーカードというのを買う必要があります。これは2マナと日本円で170円です。空港には結構タクシーの客引きが多いんだけど、バスのチケットの買い方わからないと教えてくれるんで、結構親切です。今バス停でバスを待ってるんだけど、アゼルバイジャンも結構暑いですね。ちなみにアゼルバイジャンに入国するにはアライバルビザの取得が必要なんだけど、日本人は料金が無料でした。はい、ということでバスが来ました。バスの料金は 1.3 マナと日本円でだいたい100円ぐらいです。バスの中はこんな感じ。結構広くて快適です。はい、ということで空港からだいたい30分で市内に到着しました。今いる場所は28メイという28メイというところですね。そこには地下鉄があるので、ホテルとかがここから遠い人は地下鉄に乗って簡単にアクセスができます。バスを降りて徒歩2分のところに SIM カード屋さんがありました。ここでアゼルセルの SIM を買いました。6ギガ使えて25マナと日本円で2150円です。ちょっと高めですね。ここから私のホテルまでは歩いてだいたい30分ぐらいなので、これから歩いてホテルに向かいたいと思います。バクーの街並みはヨーロッパみたいですね。すごくおしゃれでかっこいい。ということで本日のホテルに到着。サヒルホステル&ホテルです。ブッキング .com で予約しました。まだチェックインの時間ではないので、荷物だけ置かせてもらおうと思います。ホテルの建物は結構古そうですね。ということで荷物を預けられたので、これからバクーの街散策をしたいと思います。相変わらず街並みはすごく素敵なんだけど、街中にねフェンスがありますね。これはなんでだろう。すごく歩きにくいです。まずはカスピ海沿いにやってきました。アゼルバイジャンはもともとソ連構成国の一つだったんだけど、カスピ海で石油が取れることが分かってすごく発展した国です。一度見てみたかったカスピ海、すごいな。水と空の境界線がどこだか分からないですね。ちなみにカスピ海沿いは公園になっていて、フリー Wi-Fi が飛んでいます。速さは 3.3Mbps なのでまずまずですね。多分このフェンスはバクーで開かれる F1 のためですね。多分ここを F1 のレースが通るんだと思います。だから結構街中いろんなところに観客席があったりとか、モニターも設置されてます。ここはイチェリシェヘルと呼ばれている旧市街地です。世界遺産に登録されています。石畳で本当にヨーロッパを思わせる雰囲気ですね。素敵だ。お土産屋さんもたくさんあります。この地域の伝統工芸品でしょうか。絨毯がすごく有名なんですね。旧市街地にはこんな感じで細い道がたくさんあって、迷路のようになっています。自分がどこ歩いているのか分かんなくなりそうですね。それではこの石畳の道をさらに進んでいきたいと思います。光と影のコントラストがすごく美しいです。このおしゃれな街の一角、ここはアゼルバイジャンで作られたワインのお店だそうです。街のところどころに可愛いタイルがあったり、こんな感じで緑があったり、ワンポイントがとっても可愛い街です。この旧市街地は左側に見える高い城壁で囲まれています。
この古い四駆の車、何年製の車なんだろう。現役で使われてるんですね。この古い街並みとすごく合います。おしゃれな小道に入ってきました。ここは今でも現地の人たちが生活している住宅地になっています。この辺は緑がすごく素敵ですね。本当にこの街は歩いているだけで楽しいです。そして今日は空が快晴なのでね、嬉しいです。この辺りの建物は15、6世紀頃に建てられたものだと思います。重厚な石造りに木の窓枠、とってもおしゃれですね。この辺りはお土産屋さんがすごくたくさん並んでいます。私の後ろに見えるこの塔は乙女の塔と呼ばれています。この塔が建設されたのは12世紀頃、高さは約30メートルあります。乙女の塔に登るにはこのチケットブースでチケットを買う必要があります。1人15マナと日本円で1290円です。結構高めですね。それでは早速乙女の塔に行きたいと思います。塔の中には螺旋階段があります。結構暗いですね。ここからはもともと使われていた石製の階段でさらに上に登っていきます。各フロアには少しずつ展示があるので面白いです。ということで塔の一番上にやってきました。この通り眺めがすごくいいですね。アゼルバイジャンもイスラム教徒が多い国なのでアザーンが流れています。ということでこの乙女の塔を見学してきました。この塔が乙女の塔と呼ばれるようになったのにはとある伝説が関係しています。それは当時王様が娘にね、早く結婚しなさいと言ったそうです。ただ娘は結婚したくなかったので、その時間稼ぎのために王様にこの塔の建設をお願いしたということです。ただこの塔が完成しても王様の気持ちが変わらなかったために、娘が結婚を嫌がってこの塔の上から身を投げた。だから乙女の塔と呼ばれているそうです。いつの間にか午後1時になっていたので、ミュージアムインレストランで一旦休憩したいと思います。レストランは2階にあるようです。レストランはこんな感じです。テラス席からの眺めは最高。カスピ海と乙女の塔が見えます。ということでまず注文したのはこちら、マンダリンパッションフルーツレモネード9マナトなので日本円で774円です。結構歩いて喉が渇いたので料理が来る前に先にレモネードをいただきます。炭酸効いてて結構甘いですね。美味しい。注文したクラブサンドイッチも来ました。こちらで14マナト、日本円で約1200円です。結構ボリュームがありますね。それじゃあサンドイッチもいただきます。じゃん。結構パンはサクサクに焼き上がってて具沢山で美味しいです。チーズたっぷりですね。これテラスに入り込むカスピ海からの風がすごく気持ちよかったです。それではもう少しだけ街を散策したいと思います。それでは今から正面に見えている近代的な建物の近くに行きたいと思います。なんかフレームタワー向かう途中、緑豊かな遊歩道みたいなところがあったんで、ちょっとこっち行ってみます。この先には一体何があるんでしょうか。なんか茂みの中のベンチにカップルがたくさんいましたね。現地の人たちの憩いの場ですね、ここは。そしてね、こんな感じで階段があって上に行けるようになってます。何があるかはわからないけど、それにしてもやっぱりアゼルバイジャン暑いな。気温は35度ぐらいかな。ここはフレームタワーのふもとにある公園でした。
バクーンの街が一望できます。いいね。こうやって街の中に緑があるのはすごくいいです。はい、ということでフレームタワーズに到着しました。到着したけどこれは遠くで見た方がいいな。でもすごい迫力だね。フレームタワーの反対側まで来ました。せっかく来たので少し説明すると、高さが約190メートルあって、バクーの中では一番高い建物だそうです。建設開始されたのが2007年、そして完成は2012年です。この中にはオフィス、それからホテルの他に一般の住居も入っているそうです。ちなみにホテルは1泊4万円を超えていました。フレームタワーの真横にはこんな感じで大きなアゼルバイジャンの国旗があり、ここはハイランドパークという名前の公園です。公園内はこんな感じ。結構綺麗に整備されてますが、とても広いので端まで行くのが結構大変そうです。この公園にはこのように殉難の碑がたくさんあります。これは1988年のナゴルノカラバフ戦争でソ連軍によって殺害された人たちの殉難碑だそうです。中には1990年の紛争で亡くなった方たちの慰霊碑もあります。そしてその先には永遠の炎という彼らを祀るための記念碑が立っています。永遠の炎はこちらです。永遠に消えることのない炎、ここに灯されています。ここからの眺めは本当に美しいですね。カスピ海が一望できます。街の方に戻ってきました。この辺は歩行者天国になっています。この石畳の道路に石造りの建物、本当にヨーロッパみたいですね。この辺りはテラス席が気持ちよさそうなレストランがたくさんあります。夜になったらもっと賑わいそうですね。ということでホテルに到着したので一旦チェックインをして休憩します。ドミトリーのお部屋5泊で72マナと日本円で6192円です。 Wi-Fi のスピードは 77Mbps、 問題ない速さです。2024年9月2日世界周遊213日目です。現在の時刻は午後1時30分、仕事が終わったのでこれからゾロアスター教寺院に行きたいと思います。バクー中心地からゾロアスター教寺院までは地下鉄とバスを乗り継いで行くことができます。ということでまずは地下鉄に乗りたいと思います。メトロも昨日買ったバクーカードが使えます。そしてソ連圏によくあるすごく地下深くにある地下鉄です。ということで中継地点のコログル駅に到着しました。ここでバスに乗り換えます。ちなみにバクーの地下鉄は写真動画撮影禁止なので撮りませんでした。駅の目の前にバス停があります。今回は184番のバスに乗ります。はい、ということで184番のバスが来ました。このバスで終点まで行きます。はい、ということでだいたい30分ぐらいで終点駅に到着しました。ここからはすぐなので歩いていきたいと思います。この大きな門が寺院の入り口です。まずはこのチケットオフィスでチケットを買いました。1人9マナと日本円で774円です。ここは結構観光地化されています。この建物にはお土産屋さんやレストランがたくさん並んでいます。そしてこちら側の建物がゾロアスター教寺院です。それでは早速中に入りたいと思います。このゾロアスター教寺院の名前はアテシュギャーフ。アテシュギャーフのアテシュは火、ギャーフは家を意味するそうです。ゾロアスター教は世界最古の宗教で火を崇拝しています。かつてこの地域では数メートル掘るだけで天然ガスが出ていたため、ペルシャの人たちが聖地としてこの寺院を建設しました。17世紀にインドの商人によって
この寺院の跡が発見されて、この建物はその後建設されたものです。ちなみに現在は天然ガスが枯渇してしまってガスパイプでここまでガスを運んでいるそうです。現在これらの建物は宗教施設としてではなくて、このように博物館として機能しています。これは仏教のお経みたいですね。この寺院では当時の人々の馬やロバを使った生活や室内での暮らしを見ることができます。痩せ細って横になっている人、血管が浮き出ててかなりリアルですね。ガラスでしっかり保存されているこれは当時の寺院の跡です。旧市街地に戻ってきました。コーヒーギャラリーに行きたいと思います。店内の雰囲気はこんな感じです。とってもおしゃれですね。 Wi-Fi のスピードは 28Mbps、 それなりに速いです。今回注文したのはアイスラテ8マナと日本円で688円です。すごく雰囲気のいいカフェでしたね。とても静かだったので落ち着きました。それではこのおしゃれな道を歩きながらディナーが取れるレストランを探したいと思います。バクーの街は本当にどこを歩いてもすごくおしゃれですね。こんな感じの歩行者天国で石畳の道がどこまでも続いてます。現在時刻は午後5時30分。このぐらいの時間になると日が落ちて結構涼しいです。だから月曜日の夕方だけども人がたくさんいますね。今日のディナーはここコロリットカフェ&レストランにしたいと思います。レストラン内はこんな感じ、カラフルでとてもおしゃれです。メニューはこんな感じです。結構種類が豊富で迷っちゃいますね。 Google マップのレビューは838件中 4.0 なので結構いいと思います。ドリンクはオレンジマンゴースムージーを注文。 7.2 マナトなので日本円で620円です。フレッシュですね。すごく美味しい。スムージー自体はマンゴーが強め、上にはバニラアイスとドライオレンジが乗ってます。注文したのはピラフミートボールです。 12.9 マナト、日本円で1110円です。美味しそう。このパンは無料でついてきます。それではいただきます。ミートボールは炭火で焼き上げたケバブですね。美味しい。野菜もたっぷりでヨーグルトがかかっています。お米はちょっとパサパサです。焼かれたこの緑のやつは唐辛子でした。めちゃくちゃ辛い。痛い。サービスチャージとかは特に取られなかったです。すごく美味しかったです。現在の時刻は午後8時30分。このぐらいの時間になると気温が25度ぐらいですごく過ごしやすいです。ということでカスピ海沿いにやってきました。カスピ海はこんな感じで家族連れ、そしてカップルの憩いの場になっています。昨日行ったフレームタワーもライトアップされています。アゼルバイジャンの国旗を振ってますね。バクーは本当に美しい街ですね。この綺麗な街並みも夜になるとライトアップされています。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。